東京秋葉原、交差点を行き交う大勢の人々。13年前に起きた事件に思いを馳せている人はどれほどいるのでしょうか。あの日の面影すらない交差点を通るたびに手を合わせる一人の男性がいます。加藤智弘死刑囚の元同僚、大友修一さんです。やっぱりこの現場付近を歩くときって意識しないわけにもいかないし、長い時間じゃなくても短い時間でも合わせるようにしています。事件後、加藤死刑囚について語る人が少ない中、大友さんは語り続けてきました。加害者側の人間と言われながらも、なぜ語ることをやめないのか。その根底にある思いを知りたくて、私たちは取材を始めました。家族でもなければ親族でもない、直接な被害者でもない、僕なんかが語る場面なんてそうそうないだろうなと思っていたんですけども、実際問題加藤君は当日アクセル全開で、ちょうどその交差点を突っ切る形ですね。交差点の中にたくさんいた人たちを跳ねるような形で、そのままブレーキを踏まずにトラック2トン車が走行不能になって止まったと。で止まったところでトラックから降りてナイフを隠し持っていたものを手に取って、今度また、交差点の方向にですね、多分どの方をって狙うっていうよりは、多分目についた方をだから無差別殺傷って言われてるんですけど、ジグザグに這うような形で何人か刺していきながら。事件当時、この道は歩行者天国でした。加藤死刑囚はレンタルした2トントラックで交差点に突っ込み、その後持っていたダガーナイフで次々と通行人を襲います。そしてちょうどあそこに見える、今だとセガですかね、セガのあそこの枝道を入っていったあたりで、警察官の方と1対1で対峙する形になって、最終的には拳銃を突きつけられて、でナイフを捨てなさいと言われて、捨てたところを確保されたっていうのが、ニュース映像で流れたりしています。大友さんはこの事件の発生を家にいる時に知りました。実は前の日の土曜日に秋葉原でゲームを買って、結構朝方近くまでそのゲームをやっていて、で朝方に寝て、で自然と目が覚めたのが日曜日の昼過ぎで、午後1時ぐらいなんですかね。で何気にパッとテレビつけたら、たまたまニュース映像で人が確保されてるような映像が流れていて、なんだろうと思って見たら、まさにその加藤が、映っていて、犠牲となったのは7人、10人が重軽傷を負いました。現実に起きてることなのか夢なのかがもう本当よくわからないごちゃ混ぜな状態で、一瞬でもう全身の血の気が引いていくっていうか、もう震えが止まらないっていうか。大友さんは今、秋葉原近くの警備会社で働きながら都内で一人暮らしています。加藤死刑囚とは
事件の5年前、当時勤めていた仙台市内の警備会社で出会いました。結構警備業で、特に仙台市内でも、時給が安い会社だったんですよ。で他の会社でもダメだって言われちゃった人なんかが集まってきちゃったりすることが多い会社だったもんで、やっぱり初めからほとんどやる気がないっていうか、もう本当サボることしか考えないような人が多い中で、加藤君は立ち位置がこっちの方がもしかしたらね誘導するのに、やりやすいんじゃないかとか、新人なのに自らいろんな提案をしてきたりとか、随分なんか珍しいタイプの人間だな、一生懸命やる気がある人なんだなっていうのが第一印象。加藤死刑囚は当時20歳ほど。ゲームやアニメ、車など共通の趣味があり、次第に仲は深まっていったといいます。仕事終わりにいろいろね仕事の愚痴を言い合いながらとか、だから本当そこら中にいるサラリーマンなんかと同じような、関係が続きましたね。はい。特になんか印象的だった会話とか言葉とかってありますか？結局趣味とかの話が多いんで、お互いに車が好きなのと、あとはアニメが好きなんで、彼はエヴァンゲリオンとか大好きだったんで、その話をしたりとか、あとはいい作品があるよって話をして、見たことないっていうんだったら DVD 貸してあげたりとか。その趣味に対するこだわりは凄まじかったといいます。僕なんかだと大体ゲームやって、8割とか9割ぐらいの隠し要素ぐらいまでやったら大体満足してもういいかなってなっちゃうんだけども、彼なんかだと加藤君はとことんもう最後の最後の隠し要素まで全部を解き明かさないともう気が済まない、ものすごいこだわりだから、プレイステーションはゲームのやりすぎでその焼き付けを起こして4台ダメにした。仕事は真面目にこなし、好きなものにはとことん熱中する。そんな青年が突如変貌する瞬間もありました。沸点が低いシチュエーションが割といくつかあった。電話の対応をしてる時に、じゃあてめえもなんか干してやるみたいな、ちょっと相手方が何喋ってるか電話なんで分かんないんだけども、そういう声を荒げた途端にその受話器をガチャーンって叩きつけて、その電話機そのものを破壊してしまうとか。しかし切れた直後に職場の本来座ってる机にいないからどこ行ったのかなと思って探し歩いたら倉庫の暗がりで泣いてたりして、でなんで泣いてんのって聞いたら、いやちょっと自分の失敗でまたちょっと感情的になってしまって迷惑かけてしまった、自分が不甲斐ないっていう、泣いてた彼も知ってるんで、自分でもその切れてしまうってことは問題だという意識もあっただろうし、それは何とか変えたいっていう思いもあったからの悔し涙だと思うから、それも含めてなぜ加藤死刑囚は事件を起こしたのか。大友さんが自問自答する日々は今も続いています。そんなある日、あるものが大友さんのもとに届きました。とある人物から送られてきたのは、加藤死刑囚が獄中で作ったロジックアート。表題に書かれていたのは、結局エロにしか興味がない貴様らのためのイラストロジック。一体何を伝えたかった